私の名前は沙織。24歳の時、夫の良介と結婚して2年が経ちます。沙織、次の休みはカメラ持って2人でどこか出かけようか。いいわね、行きましょう。最近新緑が綺麗になってきたものね。私たちの出会いは写真教室。社会人になってから休みの日の趣味を見つけたくて一眼レフを購入し、写真を撮るうちにドハマり。本格的にやってみようと思った私は写真教室に通うことに。それにしてもカメラっていろんな設定があるのね。場面によって使い分けるのか難しいな。カメラの画面を覗き込みながら私はいろいろな写真を撮っていきます。ずいぶん真剣ですね。突然声をかけられ驚く私。すっかり熱中してしまっていたようでした。すみません。わかりますよ。俺もカメラのことになると集中しちゃって周りなんて見えませんから。この人会うのは今日が初めてよね。そんな私の心境を汲み取ったのか、彼は慌てた様子で自己紹介しました。私もその流れで挨拶をします。突然知らない人に声をかけられたら驚きますよね。申し遅れてすみませんでした。初めてお会いしましたが、沙織さんは今日から教室に入ったんですか？そうなんです。少し前にカメラを買ってからハマってしまいまして。彼は爽やかに笑いました。そうだったんですね。カメラって奥が深くて面白いですよね。これからまた顔を合わすこともあると思うのでよろしくお願いします。こちらこそカメラのことに関しては全くの素人なので、ぜひいろいろ教えてくださいね。こうして私たちはたびたび顔を合わせるようになり、写真を撮りにプライベートでも出かけるようになりました。そしてすっかり意気投合した私たちは交際を始め、それから2年後に結婚することに。そして今に至ります。今年もコンテストに出してみましょうよ。いいね、賛成。それまでにたくさん写真撮りに行こうな。夫は去年の写真コンテストに入賞。わずかな賞金でしたが、そのお金で豪華なディナーに招待してくれました。そんな感じで私たちの夫婦生活は順調と言いたいところでしたが、一つだけ問題がありました。そういえば今週末母さんがうちに来たいって言っているんだ。沙織の予定はどうかな。もしよければ一緒に食事でもどうかと思って。そうなのね。週末は仕事が入っているんだけど、ちょっとシフト変われないか確認してみるね。お母さんが来るのか、なんだか気が進まないわ。義母は家に来るたび家事や生活のことにケチをつけてくる、いわゆる嫁いびり姑だったのです。そして最近義母はよく家に来るようになりました。また孫の顔が見たいって話をしに来るのかしら。私たちは1年ほど前から妊活を始めましたが、今のところ授かる気配はなく、近頃の義母はたびたびそのことについて言及してくるのでした。とはいえ夫のためにも義母と仲良くしなければいけないことは重々分かっていたので我慢しており、今回も職場と調整してシフトを代わってもらい一緒に過ごすことに。お母さんが来るから家の掃除もしっかりしておかなくっちゃ。いつもより念入りに家を掃除し、しっかりと準備を整えて週末を迎えました。チャイムとともに義母の声が玄関に響きます。ちょっと誰も出てこないの？来たわよ。すみません、お母さんどうぞ。義母はしょっぱなから不機嫌な様子。遅いじゃないの。来るって分かっているなら準備して待ってなさい。お待たせしてしまってすみません。そして義母は準備されたスリッパを眺めてから私の顔に視線を移し言います。ねえ、このスリッパ新品？いえ、いつもお客様用で出しているものですが。それを聞くなり義母はスリッパを蹴散らすと、誰が使ったかもわからないスリッパを私に履かせるつもり？私は潔癖症なの。こんなの履けるわけないでしょ。
今すぐ新しいのを買ってきてちょうだい。そんな、毎回ちゃんときれいに消毒しているので大丈夫ですよ。言い訳するつもり？いいから黙って早く買ってきなさい。はい。私は夫にスリッパを買いに行くことを伝えるとすぐに家を出ました。涼介って絶対お母さんの肩を持つのよね。今日もお母さんがそう言うなら買ってきてやってくれって。息子はそんなもんなのかもしれないけど。私はもやもやした気持ちで100円ショップへ到着。差し障りのなさそうな柄のスリッパを購入し家に帰りました。そしてリビングに入ると、おかえり、買い物ありがとうな。でもお母さん、このスリッパで大丈夫みたい。義母の足元を見ると、さっき私が出したスリッパを履いています。そうなのね。それならよかった。すると義母はすかさず私が買ってきた100円ショップの袋を眺めて言いました。何よそれ。まさか私に100円ショップのスリッパを履かせるつもりだったの？このうちのスリッパはそれなりのものだって涼介が言ってるのに、どうして早く言わないのよ。私にだけ安いのを使わせようとして。すみません。いくら私のことが気に入らないからってこんな嫌がらせひどすぎるわ。うちにあるスリッパは有名なインテリアデザイナーの作品が集まる展示会で2人で選んで買ったものでした。夫がそのことを話したら義母はスリッパを気に入ったとのこと。なんだか振り回されっぱなしね。そして夫は悪くなった空気を見かねてか、ここでやっと口を開きました。母さん、言い過ぎだよ。わざわざ買ってきてくれたんだからそれくらいにしておきなよ。それに俺もちゃんとしたのを買ってくるように言えばよかったね。そんなこといちいち言われなくてもできて当然でしょ。本当に気が利かない人ね。まあもういいわ。しかも後で夫に確認すると、義母が潔癖症だとは聞いたことがないとのこと。それを聞いて私は肩を落としました。その後も義母の嫁いびりは続きます。食事を済ませ帰ってきてからコーヒーを入れてのんびりと過ごしていた時、さっき洗面所に行ったら洗面台の下に髪の毛が落ちていたわ。気持ち悪くて鳥肌が。一応お母さんが来る前に掃除をしたのですが、もしかしたらその後に出入りしているうちに落ちてしまったのかもしれません。だから言い訳している暇があったらすぐに掃除してきなさい。私が慌てて見に行くと髪の毛など落ちていません。念入りに確認してから戻り、確認したんですが大丈夫そうでした。しかしそれだけ言って座った私の態度が義母は気に食わなかったようです。何よ、もしかして私が嘘ついてるっていうの？そんなことするわけないでしょ。違います。そう聞こえてしまったならすみません。それから義母は続けます。掃除もまともにできない嫁をもらって息子が不憫で仕方ないわ。あなたには子供がいないからこう思う母親の気持ちなんてわからないでしょうね。また子供のことか。涼介も黙っていないでちょっとぐらい何か言ってくれてもいいのに。そんなことを思っていると、母さん、洗面所は俺が掃除したんだよ。夫が言いにくそうに伝えると、義母は一瞬罰が悪そうに目を泳がせました。沙織さん、どういうこと？まさか涼介に掃除をさせたの？家事は女の仕事よ。いくら息子が優しいからって甘えるのはやめなさい。申し訳ありませんでした。こんな調子で一日が過ぎ、やっと義母が帰った頃には私はクタクタでした。それから数ヶ月後、涼介、話があるの。どうしたんだ？夫は真剣な眼差しで私の話に耳を傾けます。私、妊娠したみたい。本当？やっと俺たちも親になるんだな。ありがとう、沙織。私は夫の反応が不安でしたが、思った以上に喜んでくれたのでほっとしました。
しかしそれから数日後、沙織、相談がある。母さんが事故に遭ったんだ。え？話を聞くと、数日前事故で病院に運ばれ、今はもう落ち着いているようですが、両目が見えなくなって介護が必要になってしまってね。父さんも高齢だから一人で面倒を見るのは厳しいみたいで。だから俺たち実家で一緒に暮らしてもいいかな。それで沙織には介護をお願いしたいんだ。仕事を辞めて専念してもらって構わないから。突然の夫の提案に戸惑いながらも、私はさすがに反論。無理よ。だって私妊娠しているのよ。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。母さんがどうなってもいいっていうのか？夫は口調を荒げます。それから数時間にわたる大喧嘩。どう考えてもそんなのできないわ。つわりが来たら動けるかどうかもわからないのに。だったら子供は諦めて介護しろ。できないって言うならもう俺たち終わりだからな。あまりにひどい夫の言葉に私は唖然。わかったわよ。でも子供は諦めない。介護はちゃんとやるからそれでいいでしょ。私はついに折れてしまいました。それから数週間後、私たちは義実家へ引っ越しを済ませ、義母の介護が始まりました。お母さん、ご飯を持ってきましたよ。失明した義母でしたが、相変わらず口だけは達者で、少しご飯を口にすると義母は、何よこれ、私が何もできないからってこんなまずいものを食べさせて、あなた料理も下手なのね。もう食べないわ。スーパーでお惣菜でも買ってきてちょうだい。そんなスーパーのものじゃ体に悪いですよ。いいから今すぐ行きなさい。義母の嫁いびりは相変わらず。私はつわりで体調が良くない中、一日中こき使われる羽目に。そんなある日のこと、義母は何を思ったのか写真の話をし始めました。良介の撮った写真、本当によく撮れていたわ。そっちにアルバムがあるでしょう。今年もコンテストに出すつもりなんですってね。ええ、でも今年はバタバタしてしまったので応募はやめようかなってこの間2人で話したんです。ダメよ、そんなの。あんなに綺麗に撮れているのに。きっと今年も入賞できるはずよ。確かにもったいないですよね。良介さん本当に写真が上手ですから。珍しく義母と普通に会話を楽しんだ私は後になってその矛盾に気づきます。あれ？でもあの写真って。それからしばらくして私はつわりがひどくなり、まともに介護ができない状態になりました。おい、これじゃ話が違うじゃないか。昨日は寝込んでいて全然身の回りのことしてくれなかったって母さんから聞いたぞ。ごめんなさい。昨日は体調が悪くて全然動けなかったの。なんだよ、今日は普通に過ごしてるじゃないか。サボったのか？夫は大きな声で私を怒鳴りつけます。日によって違うのよ。それに食事もちゃんと作ったし、トイレやお風呂も困らなかったはずよ。言い訳するな。だいたい介護と子供のことを両立するって言い出したのはお前だからな。だから子供は諦めろって言ったのに、母さんは何も見えてないんだぞ。それがどれほど大変なことかお前は分かってないんだよ。夫のあまりの暴言に私は限界でした。そしてついに夫に真実を伝えることに。そのことなんだけど、お母さん見えてるよ。え？何言ってるんだ？意味がわからない様子の夫に私はスマホの画面を見せます。夫はしばらくしてかなり驚いた様子で声を上げました。ほらね。これどういうことなんだ？なんとスマホの画面に映っていたのは、義母が部屋でくつろぎながら新聞を読んでいる姿。発覚したのは義母と写真の話をした直後のこと。お母さん写真のことを話していたけれど、確かあれって最近プリントしたはず。おとといくらいだったかしら。それを見たなんておかしいわね。それから私は念のためにと
義母が失明してから部屋に設置した見守りカメラの映像を確認。するとそこには何やらテレビの画面を見ながらメモを取る義母の姿が。私も初めは驚きました。その後の映像もチェックすると、義母はどう考えても見えていなければできない行動をたびたびとっていたのです。まさか見えていたなんて。失明したのは嘘だったのね。そして今、夫は私と同じ心境にいるようで、慌てて義母の部屋に行くとドアを開けるなり問いただしました。母さん、見えているのか？そんな嘘をつくなんてどういうことなんだ？ノックもせず入ってきた夫に驚き、慌てて新聞を隠す義母。しかしもう後の祭りです。何よ急にそんな血相を変えて。母さん見えてるだろう。何言ってるの？見えてないわよ。ごまかそうとする義母に私は言いました。お母さん、この間私に写真の話をしてくれましたよね。あれ最近プリントしたものなんですよ。義母はさすがにもう逃げられないと悟ったのか、涙を流し始めます。良介、私はあなたが不憫で仕方なかったのよ。沙織さんみたいな使えない嫁をもらって、だからこの家に帰ってきてほしかったの。夫の気持ちを揺さぶろうと必死の義母。しかしさすがの夫も義母の嘘を許せなかったようで、何考えてるんだ。いい加減にしてくれよ。今すぐ家を出ていくからな。待ってちょうだい。それから夫はすぐに家を出ていく準備を始めました。沙織、お前も一緒に行くぞ。私は一緒には行かないわよ。何言ってるんだ。もう介護は必要ない。それに子供のことあんな風に言ったのは悪かったと思ってる。だから今すぐ帰ってまた2人で生活するんだ。お前もそれが本望だろ。夫はものすごい勢いでスーツケースに荷物を詰めます。そんな夫に私は言い放ちました。あなたがこの後どうするつもりかは知らないけど、一緒には行きません。もう離婚しますから。離婚？何言ってるんだよ。子供には父親が必要だろ。何を今さら。私に子供を諦めろって言ったのよ。そんな父親は必要ありませんから。それにあなたへの愛想はもうとっくに尽きてるわ。後のことは弁護士を通してやり取りしましょう。じゃあさようなら。待ってくれ沙織。私は自分の荷物を取るとそのまま家を出ました。それから数日後、無事に離婚が成立。私は晴れて自由の身となったのでした。夫はその後一人で帰る場所などあるはずもなく、しばらくして狭いアパートを借りて一人で暮らし始めたとか。さすがに実家へは戻らなかったのね。義母との縁を切った夫は一切の連絡を絶ったらしく、しばらくして私に義母から電話がありました。沙織さん、良介と連絡がつかないの。あなたは息子がどこにいるか知っているでしょ。教えなさいよ。わかりませんよ。私たち離婚しましたから。それから金輪際連絡してこないでくださいね。もう家族でも何でもないので。私はそれだけ言うと電話を切りました。どうやら義父の介護が必要になったらしく、夫を頼ろうとしていたようですが、結局連絡はつかず、義母は一人で義父の介護をすることになったんだとか。やってみて分かったけど、介護ってかなり大変だから今頃苦労しているでしょうね。それに年金暮らしだしね。今となっては私には関係ないことだけど。そして私はというと、今は無事娘を出産し、実家で穏やかに暮らしています。両親は離婚のことを知ると少し残念そうにしていましたが、そんなひどい扱いを受けていたのね。離婚して正解だ。そんなに我慢しなくてよかったのに。まあいいじゃない。孫と一緒に暮らせるなんて夢みたいだわ。私のことを快く受け入れてくれました。そして最近は娘の成長を写真に収めるのが楽しくて仕方ありません。夫と離婚して数年、
ささやかながら充実した日々を送っています。